どうも、こんにちは。デミコでーす。ようやく動画を撮れるような環境になりましたと言いますか。はい。はい。今日は久々に動画を撮っていこうということなんですけど、まあね、日本に帰ってきてね、まあ1ヶ月、ぐらい経ったんですけど、ですね、その間にですね、まあ何気にね、いろいろね、編んでましてね。編んでるんですよ。で、その中でね、ま、ちょっとね、俺ね、ちょっとこれ必要かななんつって思ったものがまたできましてっていうのはですね、私ね、ですね、こたつを買い替えまして、こたつを買い替えたんです。はい。前使ってたこたつがですね、私がね、中学校ぐらいの時に買ったやつかな。なので、うん十年使ってたやつで、で、そいつがね、なんかね、カラ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 って変な音し始めましてね、ファンがついてるやつで、ファンがついてるやつなんですよ。で、そいつがね、カラ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 音をし始めて、なんか怖えなと。ね、なんかこう熱出したものでちょっと怖いじゃないですか、なんか。うん。なのでね、まあ、寿命かなって思って、買い替えようと思って、買い替えて、で、それで、どこに繋がるんだって話なんですけど、今回の編み物のね、いやいや、ちゃんと繋がるんですよ。で、それでね、新しい、板っていうか、このこたつを買って、そしたらですね、この天板っていうんですか、この板がですね、こたつ板がですね、表面がね、ちょっとね、柔らかいっていうか、ちょっとね、なんかあんま頑丈じゃないっていうか、前のに比べてね、なんかちょっとね、気使ってあげないとね、なんかちょっとね、湿気とかね、含みやすいっていうか、まあ言ったら熱なのか湿気なのかわかんないんだけど、コップ置いたらね、コップのね、跡が残っちゃうぐらい、なんかちょっとやっこいんですわ、板が。で、どういうことと思って。で、ちょっと熱のせいかもしれないと思って、で、パソコン置いてたところちょっとさ、これ、と思って、こうやってちょっと持ち上げて、こうやって触ったら、なんかちょっと歪みかもしれないと思って、まあ、そこ、パソコンの下に敷くように、なんかこう、なんつうの、熱の、なんかその干渉剤っていうか、まあ、こうやってね、布をね、置いといたらいいのかもしれないんだけども、でも常に布をね、かけて、なんか、置いとくのもなんかちょっとなと思って、パソコンの下敷きじゃないけど、まあ、今何置いてるかって言うとね、実はね、メモパッドメモっちかなんつうの、なんつったらいいんだよ。なんだ、紙の、ノートみたいなやつ。ノートみたいなやつを、落書き帳か。ね。落書き帳みたいなやつをね、この下置いてんのよ。直接パソコンが触れないように。でもなんならね、じゃあちょっと作っちゃおうかなと思って、ほいでね、せこせこ始めたわけ。で、何を売ろうかなと思ったんだけど、まあ、結局はね、こういう感じで、ね、ちょっとね、モチーフちっちゃいモチーフを作ろうと思ってね、せっかくだから、ちょっと可愛いじゃないこれ。ちょっとお花みたいで。ね。まあお花みたいな感じで、ちょっとたまにはね、こういうのやってみようかなと思って、ちょっと始めたわけですよね。でも今日これをやっていこうと思うんですよ。このモチーフをね。モチーフ。で、使うのはね、もちろんカトナです。はい。カトナ。でね、今回はね、ちょっと考えました、私。カトナでやるんだったら、じゃあね、携帯さんでね、置いてる色を使ってやっていこうっていうことで、これでね、ちょっとね、やってるんですよ。そう。携帯屋さんで置いてるカトナの色を全部持ってきました、こっちに。はい。一応ね、それでなんかできたらいいなと思って。で、今回これをやることにしたんですけど、カトナのやつでね。で、それでちょっとやっていこうっていうことなんですけど、まあ、使うのはですね、あれですよ、これ何番だっけ？ 395 番のウィローかな。もうちょっとしか使わないからこれしかないんだけど、まあちゃんと、あともう一個ちゃんとありますよ。あるけど、まあ、今回はこのもんでちょっと足りるんでね、これ300、ちょっと待ってね、何番だっけ？ちょっと確認するわね。395番のウィローってやつですな。はい。それを使っていきます。はい。まず中心にこれ使って。で、どっちか使ってきゃいいんだ、俺な。もうこんだけになっちゃうとね、どっちでもいいわ。はい。で、あと、次、お花のところ、黄色。お花のところはこの黄色ね。私がよく使ってるやつ、522番ですわ。ね、522番。で、お花の部分、ね、みんなこれ色変えていきます。今回この紫っぽいやつ、これアメジストかな使ってるけど、もう一個、521番の何つう色だっけこの、いちいち調べないと、これはバイオレットかななんだっけなディープバイオレット。はい。ディープバイオレット。これね、521番ディープバイオレット。で、白いのを今回は130番の、なんだっけオールドレースだっけなんかそんな感じの名前なかったオールドレース。はい、そう。130番のオールドレースね。こちらを使っていこうと思います。はい。で、ちゃってやっていこうかなという感じなんですけど、はい。どうやってやっていくかちょっと、まあ、早速やっていきますわ。ね、とっとでやっていきますよ。はい。で、ちょっと待って、私、ハサミ、この前買ったやつ。ちょっとハサミね。ハサミ。
準備が悪くてね、いつもの通りにね、ちょっとごめんなさいね。よいしょ。はい、すいません。すいません。ハサミだけじゃなくて、お道具はこうね、出しときゃよかったね。これね、ハサミちょっと置いといて、ハサミあったらいいね。はい。じゃあ、どうやってやるかっていうことなんですけど、はい。ちょっとこの辺を、この辺置いとこうかな。どうだろう。画面から出ちゃうかもしれないけど、まあいいや。はい。どうやってやっていくかというとですね、はい。普通に、1、2、2でもいいし、1でもどっちでもいいんですけど、お好きなように、輪の作り目をしていただくんですけれども、これでね、普通に1、2、3でこれ立ち上がります。そして4、これ横にね1個なんだ、長編みと鎖編みでやっていくんで、鎖編みを1つ入れてあげますね。だから4つ入れてます。でここに長編みを入れたらまた1で、長編みを入れたら鎖編みを1、長編みを入れたら鎖編みを1つって全部で、8本入るようにしますね。最初の立ち上がりのやつと合わせて8本。なんだこれ1、2、3、4、5、ね。はい、これで8本。はい、8本入って1つね、これをね、細編みじゃない、鎖編み忘れないようにね。1、2、3、4、5、6、7、8。はいはいはい。それで全部入りました。それでピューっとやってあげて。で、これちょろっと引っ張って動いた方をキュッと締めてあげてね。はい。キュッと締めてあげて。はい。で、ビュンと引っ張って、ギューッと、はい、ギューッと引っ張って、はい。よし。はい。で、これでもうちょん切ります。はい。ちょん切ります。もういらないので、ちょん切って。はい。で、ピュンとね、やってあげて。で、そしたら、はい。針使って締めようか。ちゃんときれいに締めるよ。はい。で、針使って閉じていきます。ね。で、この1、2、3と立ち上がって4番目に作った目の下にね、首の下っていうか、首のとこに入れて、閉じます。はい。で、閉じたら、これどん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 どうせ重ねて編んでっちゃうんで、こうやって適当に、ここをね、こう糸処理を適当にしていただいて、で、長い分は後で切ればいいんで、まあこんな感じで閉じておきます、一応ね。で、こいつも邪魔なんで、もうこの時に私は処理をしてしまいます。なんて言ったってもうね、なんかもう後でね、ちま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 、なんつうの、糸処理するの本当面倒だから、もうここでやっていっちゃいますよ。はい。もしかしたら失敗してほどくかもっていう人はこれやっとかない方がいいかもしれないけどね。一番最後の方がいいかもしれないけどね。ほどく時にこれ、あれだから、糸噛んじゃうと、ほどくのめんどくさいことになるからね。まあまあ、でも全然、絶対大丈夫っていう人はもうこの時点で処理しちゃっていいと思いますよ。はい。細編みだったらね、編んでいけちゃうんだけど、一緒に編みくるんでいけちゃうんだけど、長編みだとね、ちょっと編みくるむってわけにちょっといかないもんでね。はいはい。はい。で、これで、こう、ちょっと処理してあげたら、これもギュギュッと引っ張って、ギューッと引っ張ってね、ギューッと引っ張って。はい。で、邪魔なので、この部分は切っちゃいます。こんな長くなっちゃったらもったいないと思いますが、はい。切っておきます。はい。で、こんな感じ。はい。こんな感じで8本入っております。8本の長編みと、その間には1つずつ鎖編みが入ってると。はい。で、どっから行こうかな。もう邪魔だからこれも切るか。ね。ちゃんと切っちゃって。いいです。切っちゃって。はい。で、はい。適当にブサッと刺します。はい。で、次、黄色入れていきます。これはもう使わない。これはもう使わない。さよなら。はい。どこはい。じゃあ次、お花の部分を編んでいこうと思います。はい。次。はい。抜きます。で、ここも普通に、3つで立ち上がってあげます。鎖編み3つで立ち上がる。で、そしたら、はい。3つ、1つの穴のところに3つ長編みを入れてあげて、はい。で、1つ。長編みと長編みね、最初の段の長編みと長編みの間、ここに入れてってあげます。3つずつ長編みを入れていきます。はい。
で1つ細編みで糸処理しながらね、はい、長編みを穴に3つで、これで1周ぐるっと編んできます。はい、はい、1つの穴に3つずつ長編みを入れて、その間は1つずつ鎖編みね、鎖編みでするとこうやってピタリピタリ円形になりますんで、でそしたらこれはもう終了なので、これまた糸処理をしてあげます。で2番目、ここ立ち上げたところの2番目の頭ね、2番目の頭に入れて糸処理をします。はい、で出てきたところと同じところに戻って、はい、ピューッと引っ張って、はい、ピューッと引っ張って、でそしたらあとはまたどうせ編みくるんでいっちゃうんで、また適当に糸処理をビビッとして、はい、こんな感じで、はい、こんな感じでよろしいかなと思います。はい、こんな感じになりました。はい、で次紫、次はこの周りの色のとこですね、周りの色のところ紫でいきますね。この辺りからどこでもいいです。はい、でここで立ち上げていきます。同じように立ち上がります。はい、3目で立ち上がりました。でそしたらここにまた3つ入れます。はい、3つで入れてあげました。はい、でどうするかというと1個編みました。そしたらまた次、そうそうそう、それでね、ここのところだけはねちょっとねこの色が目立つから、黄色はそうでもないからねやんなかったんだけど、足はねこれでまたねこれグリ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 入れてあげちゃうんですわ。ここにね、その方が編みくるんだ時に目立たないんで、ここでちょっと通してあげますわ。適当でいいんですけどね、大体でいいんです、大体で。でここ端っこ、この今編んでいくやつの端っこもこう通してあげちゃって、ほいで編みくるんでいった方がいいんでね、こういう感じで、はい、私はこういう処理の仕方をこういう時はします。はい、で今3つ長編み入れて、で1つ、鎖を編んで、でお隣もう一回3つ入れますわ。1、2、3と入れたら、ここ角っこにするので1、2と鎖編みをします。といったら同じところにもう一回3本入れますね。おっとと、1、2、3、はい。で1つ編む、角っこを作ってあげます。こうやってね。はい。で次のところにまた3つ長編みを入れて、でここは1つだけ1つ鎖編みをしたら、ここ角っこにしてあげるので、1回2回3回入れたら角っこ1、2と鎖編みを編んで、同じ穴に長編みを3つ、はい、3つで、これでまた角っこ、はい、角っこで1個鎖を編んで、真ん中部分でここまた3つ、はい、3つ長編みを入れて1つ鎖編みで、またここを角っこにしてあげるから、3つ長編みを入れたら鎖を2つ角っこで、もう一度同じ穴に長編みを3つ、はい、で1つ鎖編みをしたら、ここ真ん中の部分になるので、ここは長編みが3つ、はい、で1つ鎖編みをして、最後ここ角っこ、はい、角っこになるので1、2、3と入れて1、2と編んだら、また同じところに長編みを3つ、はい、で1つ鎖編みをして、この段終了です。はい、終了なので切っちゃいます。はい、はい、で
でこれで糸処理をしてあげます。糸処理するのは立ち上がった隣のね2番目の長編みの頭に入れて糸処理。どん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 いきますよ。どんどん出来上がるよ。ちっちゃいからね、すぐできちゃうからね。はい。で同じ穴に戻して、でここでも糸処理をグリ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 と適当にね、グニ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 と、はい、入れてあげます。はい、こんな感じでいいです。はい、これで3段目がこんな感じで編めました。はい。こっちもちょっとこれもうちょっと入れてあげちゃおうかな。ここか。ここあたりでやめとこう。まあ、そんなにね、がっつり入れなくても、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、まあ、とりあえずね、入れといてあげて。これでちょん切ってあげます。はい。はい。これで3段目がこんな感じで編めました。はい。ね。ちょっといびつでも全然大丈夫です。はい。いびつになるのが、まあ、ある意味普通と言いますか。はい。こんな感じでございます。はい。で、そしたら次最後、白いの入れていきます。簡単でしょ？簡単なんよ。ちっちゃいしね。すぐ。これはどっちだ？外か。外だな。外は嫌だね。はい。ここだ。はい。はい。じゃあ白入れていきます。最後の段ね。どっか入れとこうかな。どこでもいいんだけど。ここでしょ？そう。なるべくだったらまた処理するんで、ここのがいいかな。はい。同じように処理を私してくんで、同じところに重ねて糸処理入らないようなところを選んで立ち上げていくんですけど、で、こうやって、また1、2、3と立ち上がって、で、3つ入れます。はい。で、1つ編んで、で、ちょっと、ここでまた処理をしてあげちゃう。はい。これやってあげた方がね、ほんとね、楽ですから、後で。私的にはね、まあ皆さんお好きなようにやってくださいよ。私はこうやってやりますっていう話だけでね。はい。こうだね。はい。で、そしたら隣に行って、また3つ普通に入れて、はい。で、1つ。で、角っこは、1、2、3と入れたら、はい。ちょっと待って。2、3と入れたら、ここは角っこは最後のね白いところの角っこは3個入れます。1、2、3。はい、3。でもう一回同じところに3つ長編みを入れて、で1個鎖編みをして、でここは次のところは普通に3つ。なのでここで、ちょっと注意するのは角っこが2つじゃなくて3つ鎖編みを入れて角を立たせる。これをねやった方がね綺麗なんですよ。多分つないだ時に。全てはつなぐ時のためでございますんでね。はい。つなぐ時は角っこ3つの方が多分綺麗だと思うんだ。2個よりね。1、2、3。はい。3つ。で、同じ穴に長編みを3つ。はい。こんな感じで一周、一周やっていきます。はい。はい、これで、モチーフはこれで編み終わりましたよ。早いんだよ。1個が編み終わんのが。はい。で、処理するのいつもと一緒ですね。これ最後じゃないや、最初の立ち上がった隣の真ん中の2番目のこの長編みの頭に針を入れて閉じる。はい。
で、ここはちょっと気をつけて閉じないといけません。はい。合わせるところなので、で、こう閉じたら綺麗にね、綺麗に揃うように、こういう風にね、綺麗に揃うように入れたら、こっち側からもこう入れて、もう一度入れて、こうなんつうの、こうなんとなく同じような感じにね、こういう感じにして。で、そしたら、ここですね。ここ、またさっきくる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 巻いてたところに入れちゃうと、つなげる時にほら、ちょっとうまいこといかないっていうか、ちょっと見極めがめんどくさくなっちゃうんで、その下の部分にね、こういって、下の部分に、下っていうか裏っ側っていうかね、ちょっとこうやって入れてあげて、まあこんなもんでいいです。はい。こんな感じで。こっちに邪魔にならないように。で、ここの、今ギュッとやった時に潰れないようにね、ちょっとここ、ちゃんと、拾いっぱぐれないようにね、あんまり潰さないように、綺麗に、他ののと同じぐらいになるようにね、目がね。まあ自分で分かりゃいいんですけど、はい、こんな感じですかね。はい、できました。で、そしたらなんかちょっとこうやって余計に出てるところとか、こういうのちょっと切ってあげて、はい。はい。これもいいかな。はい、切ってあげて。はい、こんな感じでできましたね。同じのができたと思います。大体ね。はい。というわけで、モチーフこんな感じで編んでまいりました。はい。もうね、とっとと編んであるんですよ。はい。で、こんな感じで全部編み上がりましたけど、じゃあこれどうやってつなげていくかっていうことなんですけど、はい。今回はですね、こういう感じでつなげてございます。はい。もうつなげてんじゃんっていう話なんですけど、そうなの。もうね、だいぶつなげてある。で、どっちの向きだったっけかな。この向きでよかったと思うんだ。こういってこうで、これでいいんだね。はい。これでつなげていきます。はい。どうやってつなげてんのって話なんですけど、まずこっちはつなげてありますね。今回のつなげ方なんですけれども、いつもと違うつなげ方をしてます。で、使ってる糸は、どれだっけ？使ってる糸。使ってる糸。ここにピロンとあるけど、ちょっと、とりあえずこれ足りるかな。でも新しいの出さなきゃね。横の部分出さなきゃいけないから。でもとりあえずのつなぎ方をやっていこうと思うんで、これ何番だっけ？これはね、387番のダークオリーブを使ってます。これ新しいのちょっと後で出してくるけど、これつないでいこうと思います。で、並びはね、どうやってやるんだっけかな。並びはね、紫がここに来て、一応決めてあんのよ、並びは。こういう感じにしたかったのかな。ちょっとなんかこんな感じ、ちょっと適当なんだけど、でちょっと並べてこうやってね、こっちはもうすでにダーッと編んでその分つなげてあるんですけど、今からね、じゃあどうやってつないだかっていうのをちょっとやっていこうと思います。で、今回のつなぎ方、はい、今回のつなぎ方はね、なんで角っこを3個にしたのかっていうのが多分よくわかると思うんですけど、この角っこね、縦横両方とも使えるこの角っこがあった方が、なんつったらいいの、綺麗に角っこが丸くならないで、なんつったらいいの、つなげられる感じ。はい。で、どうやっていくかっていうと、この角っこにまずこっち側入れますね。右側ね。入れて。で、左側の同じところ、角っこ。ね、角っこ、ここに入れます。はい。針入れて。で、糸当てといて、で、引き抜きます。引き抜いて、止めます。一回ね。一回止めます。はい。で、こっち後ろ、そうね、このぐらいあったら全然余裕だと思う。こんなにもいらないんだけど、まあいいや、一応このぐらいにしとくか。はい。で、この糸端が手前出てこないようにしといて、キュッとやって、はい。で、次、右側、ここですね。ここ、鎖目になってるところ、2番目のところ、この左側、半目を引っ掛けて、で、糸は下に置いた状態ね。こう、下側。糸を引っ掛けないように、こっちを、同じところを、この逆サイドのこの半目、こっち側ですね。こっち側の半目を
かけて、はい。で、これを引き抜きます。はい、こういう感じ。で、また半目を引っ掛けて、で、こっちの半目を引っ掛けて、引き抜いて、はい、引き抜いて、終了。はい。こういう感じ。こっちを引っ掛けて、半目引っ掛けて、こっち半目引っ掛けて、引き抜く。はい。そうすると、ずーっとこう鎖編みみたいに、ここの目が鎖編みみたいに、っていうか鎖編みだね、言ったらね、引き抜いて引き抜いてでやっていくから、こういう感じでできていくと。ね。こういう感じでくっついていくよっていう話ですね。半目引っ掛けて、半目引っ掛けて引き抜く。はい。半目引っ掛けて、半目引っ掛けて、引き抜く。最初はね、ちょっとやりづらいかもしれないけど、まあ、やりやすいやり方としてはね、半目で引っ掛け、一回ここ一つ抜いた後に二ついっぺんに抜くみたいな。三ついっぺんにね、三本いっぺんに抜こうと思うとね、なかなかちょっとね、綺麗に抜けなくてね、うーって感じになるんで、一回ここ手前のやつ一枚抜いて、一本抜いて、その後二本抜いた方が抜きやすい感じがするよっていう話でね。はい。じゃあこんな感じでね、とりあえず、1枚つなげていこうと思います。はい。はい。で、端っこのとこまで来たんですけど、この角っこね、角っこの部分を拾って、角っこの部分拾って、で、引っ掛けて、抜いて、はい。残りが短くなってまいりました。はい。で、抜いて、はい。で、次どうするかっていうと、次もう、角っこのところまで来たら、次のやつもじゃあ角っこっつって角っこ拾って、角っこね。角っこです。角っこ拾って。で、2番目のこいつの角っこですね。ここの角っこ。間違えないようにしないとね。ここね。ここ。はい。ここ。角っこ入れて、そのまま続いて、2枚目以降も同じようにやっていけばいいだけの話です。抜いて、はい。このまま普通につなげていきます。で、2番目、2番目で引っ掛けて、で、ちょっと、なんていうの、あんまり緩くならないように引いていくっていうね。はい。じゃあそろそろ紐出すか。ね。紐じゃない糸だ。はい。じゃあ糸出してつなげて、でこの先もずっと同じように全部4枚とりあえずここの線をねつないでいこうと思います。はい。じゃあ糸出さないと。はい。これでいいかな。はい。とりあえずこれで OK で、これちょっと終了。で、これ止めといて、ですね。で、これでね、ちょっとね、とりあえずね、糸処理をしないまんまね、ちょっとこのまま置いとくわ。どうやってね、後で糸処理しようちょっと考えるんで、はい。まだ考えてないのよ。はい。というわけでね、一応全部ね、つながりました。はい。つながりました。何枚やったかっつうとですね、3、4、12、24枚。24枚でちょっとこのぐらいの大きさでつなげてみました。はい。ね、ちょうどいい感じの、なんつったらいいの、ラグ、ミニラグって言いますか、ちょうどランチョンマットぐらいのサイズかな。はい。で、これちょっとね、ここつないだんで、今度、縦をこうやってダーッとね、これをつないで、はい。そこまでちょっとやっていこうと思います。そしたらその後また何かやるんで、はい。じゃあちょっとそこまで、ダッと全部、編んでっちゃいたと思います。はい。編んでっちゃったいた。編んでっちゃった。編んでいっちゃった糸。編んでいったいっちゃ。まあいいや。はい。編まとめます。はい。はい。で、この交差してるとこだけね、ちょっと取っとこうかなと思います。で、交差してるとこは私はですね、ちょっとめんどくさいんですけど、こう、ちょっと、ここか。ここ入れるでしょ。ここを入れる。で、この糸の上を通って、まあこれは他のところと同じですわ。上を通って、で、こっち側のここですね。ここに入れる。相対するところに
針を入れて、でここに出さないといけないね。ここのなんつうの、この横のところの手前に出さなきゃいけないんで、手前に出して引き抜いて、でこれ何の問題もないね。で次なんですけど、ここさっきのところで角っこ編んだところ、ここはもう入れなくていい。角っこのところね、3つのこの3つ123って編んだところ、ここで言ったらこう角っこ123って、ここはすでにもう1回入っちゃってるんだけれども、この角っこのとこね、123のこの角っこもう1回入っちゃってるところ、ここは素通りでいいです。素通りして編まずにまたいで、次の目、ここが角っこの目なんだけれども、ここ入れずに隣、ここ入れずに隣で、こっちもこの角っこ、ここは入れずにも入っちゃってるから、その隣、こっちお隣に移って普通に編んでいけばいいと思います。はい。でその後続きを普通に編んでいけば問題ない。ちょっと待ってね、こうやってこうやって、はいね、こういう感じ。よし、はい、重なってるところがこういう感じになるんだけれども、まあ特に問題はないと思います。気持ちゆったりめにやればいいんじゃない？なんかちょっと食い込んでるように見えるけど、まあいいんじゃないですかね。問題ないんじゃないですかね。はい。よし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 、これで全部一応つないだ。はいはい、つないでちょっとこう置いといてね。はいはいはい、これで全部一応つなぎました。さあじゃあこの先どうしていこうっていうことなんですけど、まあこれはねちょっとね、こうとりあえずこう引っ張っちゃっていいや。これね引っ張っちゃって、でこの先どうしていくかってことなんですけど、もちろんこのままっていうわけにはいきませんね。はい、このままっていうわけにはいきませんよ。はい。じゃあどうしていくかっていうことなんですけど、ここの処理をねどうしようかな。処理はね、これはこのままでいいや。これもこっち側も編み始めか、これ編み終わった方か、編み終わった方だね。はい。でこれ編み始めの部分だね。編み始めの部分だけちょっと注意しないといけないな。とりあえずここから取っていこうか。で適当に取っていくんだけど、適当じゃいけないね。適当じゃいけない。これ見てわかると思うんですけど、ここ筋がこう残ってるじゃないですか。ね。半目で取ってここに筋残ってる。つまりこっち側から取るときはこっち側から取るときで筋編みで取っていきます。はい。ここの筋がちゃんとこっちも残るように。はい。この辺でいいや。適当。この辺どこでもいいや。はい。で一目ずつ同じやつ使います。この黒いやつね。黒っぽいやつ。はい。適当です。はい。でよし、はい。で立ち上げて、で普通に筋編みでね、細編みを筋編みで取っていくんですけど、一目一目細編みを取っていきます。筋編みで。でそうだね、細編みの方がいいね。はい。とりあえずね。でこれをここをすくったりしないように、全部筋が出るように全部筋編み。はい。でここ来ました。ここはこの重なってるところはまあこうね、取りっぱぐれないように両方に入れて取るのが一番いいかなと思うんだけど、これがあるからね、これをどうやって取るかってことなんですよね。どうやって取ろうか。これをこっち側ですね、要はね、こっち側に持ってきた状態で取ったらいいんじゃない？ここの穴ですね。最後の目のここの穴がありますね。ここね。ここから突っ込んで両方
両方に突っ込んで、ここ、まずこの黒の頭のここに入れて、ここにね、こう入れたら、後ろ側もここと、あとここだね、ここ全部を取るように入れて、で編んでこうかなと思います。でそしたらこっち側はまた筋編みをしていくんだけど、糸処理をしながらね、こっちの糸処理をしながら編み進めて、とりあえず一周一周細編みを筋編みで入れて、一辺拾っていこうと思います。で角は普通に角をね、角も同じようにこうなんつうの、筋が残るように拾っていこうかなと思います。あ、はいはい。で角っこね、角っこどうするかっつうと、こう3つあるから、ここはここに3つ入れます。3つ細編みを筋編みで入れて、もうこれでいい感じよ。であとは最後ここをね、最後のとこまで行って、はい、こことで、あともう一個最後ね、ここを入れて終了でね。はい。でここ普通に頭に入れて引き抜きます。引き抜いてギュッとギュッとギュッとして、はい、立ち上がると。はい、立ち上がるんだけど、さあじゃあ次は何やろうって話なんですよ。一周こうやって編んできました。一周編んできました。一周編んだだけじゃちょっとね、なんつったらいいの、物足りない感じなので、何を編もうかな、縁編みをって思ったら、これをやろう今回はっていうことで、何をやるかっていうとですね、どういう縁編みをしようか考えましたけど、結局いつもの通りにこれですわ。糸掛け細編みで縁を編んでいこうと思います。シンプルに仕上げたいっていうのと、あとはやっぱりこうなんていうのかな、きっちり綺麗に、こっちの方がっていうか、これが一番なんか簡単な縁編みとしてはこれが一番綺麗に仕上がるなーっていう感じなんで、これですね、糸掛け細編み、普通に細編みをするように入れたら、糸を左から右にこう引っ掛けてっていうね、これですね。はい、これで一周編んできて、縁編みとして編んできたら、これで終わりにしようかなと思います。はい、じゃあちょっと一周グリッと編んでいきますよ。はい、はい、編み終わりました。これで全部編んでまいりましたよ。はい、じゃあ直近します。直近して、はいはいはい。でこれでじゃあちょっととりあえずあれだわ、糸処理をします。割れちゃった。糸処理、はい、糸処理、これは適当なんですけど、だいたい出てきたところに入れるのは当然なんですけど、ギューッとやってギューッとやって、あんまりこの差ができないようにね、こっち側にもちょっとギュッとやってギュッと引っ張った方がいいかな。ちょっとポコッとなってますけど、これが一番最初の面倒だね。いいか。はい。でこんな感じで適当にあとは糸処理をしてね、ひっくり返じゃない、なんだっけ、ちょっと戻ったりなんかしながら、はい、こんな感じで処理をしたら、OK なんじゃないですかね。はい、こんな感じで、はい、できました。はい、さあ一応こんな感じでできました。あとはこの辺のね、糸処理なんかをこうつなげたやつですね。糸が足りなくてつなげたところ、こういうのを処理を全部して、
はい、全部糸処理を切っちゃいねえや。切ってはいないな。まあ、切るかこれな。こういうの全部な。切ったら糸処理終わりだわ。もうね。ね。本当に。切らないと。ね、こんな出しっぱなしでね、使うってわけにもいかないし、まあちょっとね、こうやってちっちゃくピロピロ出てるやつそのままにしがちなんだけれども、まあでも自分が使うからね、言ったら裏面だからね、裏面はまあそんなに気にしなくてもいいかなと、まあ思ってはいるんだけれどもね、まあでもまあとりあえず見栄えよくある程度、まあわからないぐらいにはちょっと切っといた方がいいかなと、やっぱり思うんで、まあちょっとね、ちょっと切っといてね、まあこんなことずっとやっててよくね、でもこれね、ちっちゃいけどね、まあちっちゃいからね、そんなに時間もかからずにできるからね、暇な時にちょこちょこやったらね、すぐできるわね、こんなすぐできるわ。ね、本当に。まあこんな感じでね、切ってきて、あ、いいんじゃないのこんな感じで。全部来たかなはい。これちょっとね、足してるんでね、はい。まあいいか。いい感じになりました。はい。はい。できました。はい。こんな感じで。一応出来上がったっていう感じかな。これちょっとねデロンデロンしてるけど、この辺はねスチーム当てたらビシッとなる予定なんですけど、まあめんどくさいからちょっとやりませんけどね。まあこんな感じで出来上がりました。まあビシッとさせたい人はちゃんとスチームかけてくださいね。私もこの後スチームかけます。この後ね。はい。はい。この後スチームかけますということで。どうでっしゃろ。一応こんな感じで出来上がりました。画面入ってっかな。一応入ってっかね。こんな感じで出来上がりました。ちょっとどっちの方がいいかな。こういう方向のつもりでこんな感じで出来上がりました。はいはい。ちょっとビシッとやるわ。後でなやってから出せ。まあこんな感じで出来上がりました。はい。一応だから花柄っちゅうことでね、お花のモチーフでやってみました。皆さんこれちょっとやってみたい方いらっしゃったらちょっと試しにやってみたらいいんじゃないでしょうか。はい。とにかくねちっちゃいんで、モチーフ一個一個がちっちゃいんで、ちょっと暇な時にちょこちょこっとやりだめといて、でバーッと集めてやったら、まあこういったちょっとしたラグでもねいいし、まあ他になんか使うものがあったら、なんだこれ別にほらこれコットン糸使ってるから、でコットン糸じゃなくてね、普通にほらウールとかそういったものを使うんで、アクリルとかだったらね何でもほらブランケットみたいな膝掛けみたいなのもできるしっていうことでね、まあ皆さんやってみたいなと思ったらやってみたらいいんじゃないですか。はい。で今回使ったコットン糸これ全部ケイト屋さんにね置いてる色ですから、はい。みんなが選んだ糸です。はい。まあブルーは私が選ばさせてもらったやつですけど、それ以外の色は皆さんがオーダーして人気があった色でございます。はい。地味な感じになっております。はい。皆さんが選んだ糸です。色です。というわけでございます。はい。じゃあね、今日はね、こんなところまでやってきましたけれども、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。ということでね、はい、次回は何やろうかな。ね、何やろうか。まあ、やりかけてるものいっぱいあんのよ。やりかけっていうかね、まあね、編み散らかしてる状態だね。編み散らかしてる状態なんだけれども、まあ、次何やろうかなって今また考えてますよ。何の動画撮ろうかな。あ、そうだね。きっと、まあ、ちょっと予告すると、まあ、催事に行ってると思うんで、はい。銀座のね、はい。催事に行ってると思うんで、それの購入品紹介とかできたらいいなと思ってます。はい。というわけで、じゃあ本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。まあこれはね、一応完成ということで、完成って忘れてたよ。はい、忘れてた。はい。完成。これ早速ね、ちょっと、アイロンかけて、これで使いたいと思います。はい。パソコンに敷くのに、ぴったんこ、みたいな感じになってます。はい。ランチョンマットにもいいよっていうサイズでございます。はい。はい。じゃあ、測っとくね、測っとく。やばい、やばい。はい。測っとくね。はい。測っとく。42センチ。はい。29センチでございます。はい。ね、そんな感じ。ちょうどいい感じのサイズになってございます。はい。これはちょっとね、使おうかなと思いますよ。はい。というわけで、じゃあ、次回もまた、ね、次の動画でお会いしましょうということで、本日はここまで。さよなら。そうだ、さよならとか言いながらね、でもね、実はね、おまけあんのよ。はい。続きでおまけいきます、このまま。はい。おまけ何かって、それはもう、はい。じゃあ、どうぞ。んうん。んあ、
左遷。あ、いきなり左遷ボリボリね。ということで、今日のおまけはというわけでございます。はい。何を食べてるかっていうと、めっちゃ美味しくて、美味しいから、これちょっとお見せしようかと思って。ほら、日本に帰ってくるとやっぱりいろいろ買い込むわけですよ。あれも食べたい、これも買いたいね、お菓子をメインに。で、これどうしたんだっけな。これ妹ちんちんが買ってきてくれたやつかな。こういうのがございましてですね、これ知ってます？これどこで買ってきたんだろうね。どこで買ってきたから、どこで買ってもらったの全然わかんないんだけど、瀬戸塩ってベフコっていうの、サクサク軽やか紀州の梅味、この一口サイズっつってね、おせんべいなんだけど、要はなんていうのこれ、ベフコ何でも栗山ベーカーって新潟のメーカー、瀬戸のなぎ上げ読めない。はい、まあいいや。はい。でどういうやつかっつうとね、こういうほらあれあんじゃん、なんだっけ、歌舞伎揚げみたいな感じのこのちっちゃい版よの瀬戸塩って言って、だから塩味でさらに梅の紀州の梅味、むっちゃうまいこれ。はい。美味しいこれ。どういうこと？サクサク軽やかだから、そのサクサクしてるしね。これどこで買ったんだろう。もう一個欲しいわ。瀬戸塩だから瀬戸内の塩使ってるってことなんだと思うんだけどさね。こちらも好評発売中。これが普通のやつなの？瀬戸塩って。これがエビのそのエビ塩味って書いてあるけど、エビせん中華ね。これもそうね、エビだよ。これもエビの絵描いたからエビなんだけどさ、なんだろうこれ、めっちゃ美味しいんだけど、この 44g しか入ってないからすぐ食べ終わっちゃうよ。これ普通のだから瀬戸塩っていうんだね。だからね、商品の名前が多分瀬戸塩を使ってこういうやつやってる。でこれが紀州の梅。もうね、梅物大好きだからさ、もうだからもう一気に食べちゃったんだけど、ボリボリ編み物しながらボリボリ食べちゃってさ、もうなくなっちゃうよ。これ一気に食べちゃったよこれ。あと2個これ。本当に美味しいよこれ。はい。ラストでございます。最後にこれを食べようと思います。もったいないな。でも食べます。はい、いただきますよ。最後いただきます。めっちゃ美味しい。なのでこれご存知の人はいるかと思いますけど、もちろんね、ご存知ない方、これ見つけたら食べてみたらいいと思いますよ。特に梅が好きな人なんてのはもうね、とっくにこういうの見つけたらね食べてると思うんですけど、梅が特に特別好きじゃない、でも別に梅味嫌いじゃないっていう方もぜひね、これ見つけたら、どっかで見つけたらこれ食べてみてください。マジうまい。軽やかでサクサクで、そして梅味が私の好きな感じの、そのなんか変な甘みとかもないっていう感じの、すごい美味しいですこれ。というわけでまあ今日はこういう感じでちょっとおまけね、おやつタイムでおまけにしておきましたけど、またね今回まだまだねこんなもん食べてますっていうのいっぱいあるんでね、動画のたんびに、ライブのたんびにちょこちょこご紹介していこうかなと思ってますんで、はい。私もそれ好き、それ私あんまり好きじゃないっていろいろあるかもしれないですけど、私が帰ってきた時に、食べてみたいと思って買ってきて食べてみるものでございますから、はい。そこのところはねご了承願いましてということでね、はい。
じゃあ次またね、すぐにお会いしましょうということでね。はい。どうもありがとうございました。じゃあね、またね。バイバイ。こっち映しといた方がいいか。これね、これ美味しかったよって。はい、バイバイ。